皆さんこんにちは、アンリです。今日は日立がアンソロピックと戦略提携を結び、グループ29万人にクロードを配り、10万人規模の AI 人材を育てる発表を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。まず本日の結論を3つ先にお伝えします。1つ目は、日立とアンソロピック最新 AI のクロードを作っている米国の会社が日立グループ29万人にクロードを配るという戦略提携を発表したという事実です。2つ目は、両社が合計10万人規模で AI に詳しい人材を一気に育てる計画と、北米、欧州、アジアをまたぐ新しい組織を作るという話です。3つ目は、これによって電力、鉄道、銀行、製造といった皆さんの取引先や皆さん自身の会社にも半年から1年以内にクロードが業務の前提として降りてくるという見立てです。本編は4つの章でお話しします。1つ目の章で日立×アンソロピック戦略提携の中身を、2つ目の章でなぜ皆さんサラリーマンの仕事に直接聞くのかを、3つ目の章で会社の組織にどう降りてくるかを、4つ目の章で明日からの上司報告と部下マネジメントの具体的なセリフを順にお伝えします。それでは一つ目の章に入ります。結論からお伝えします。日立×アンソロピック戦略提携とは、29万人の現場社員にクロードという最新 AI を配り、ルマーダ、日立がインフラ事業を回す土台の 3.0 版を最新 AI で動かすという会社の構造そのものの組み換えです。なぜこれが画期的なのか、理由は3つあります。順番にお話しします。理由の1つ目は規模感です。一部の研究部門だけに AI を配るのではなく、日立グループ29万人というちょっとした政令指定都市の人口に近い人数の社員に最新 AI を一気に配るという発表です。理由の2つ目は対象事業です。電力、鉄道、社会インフラ、銀行、製造といった皆さんの日常生活や皆さんの会社の取引先が必ず関わる事業領域で AI を業務の前提に置き換えるという宣言です。理由の3つ目は組織化です。日立とアンソロピックは合同で北米、欧州、アジアの3拠点をまたぐフロンティア AI 配備センターという新しい組織を作り、業務に AI を入れ込む知見を世界規模で集めると発表しています。少しイメージしやすいよう身近な例で考えてみましょう。例えば、皆さんの会社が大手電力会社と取引している場合、その電力会社の発電所の保守担当や変電所の運用担当の手元にクロードが届くという話です。図面の確認、過去のトラブル履歴の検索、点検報告書の下書きまで、クロードが現場の社員一人一人の机に入ってくる絵を思い浮かべてみてください。これはこれまで AI は一部のシステム部門の話と思っていた現場の常識を根本から書き換える動きです。ここで一つ目の章の結論を再確認します。日立×アンソロピック戦略提携は、29万人の現場に AI を配る社員全員参加型の組み換えです。規模、対象事業、組織化、この3つが今までと違うというのが押さえどころです。2026年5月19日に発表され、5月25日と26日に稚拙記事が広がりました。続いて2つ目の章に入ります。結論からお伝えします。この発表が皆さんサラリーマンの仕事に直接聞く理由は、皆さんの取引先や大手顧客企業の前提条件が半年から1年以内にクロードを使った仕事の進め方に切り替わるからです。なぜ仕事に直接聞くのか。理由は3つです。理由の1つ目は、日立は日本の大企業のシステムを長年支えてきた会社で、その日立がクロード前提に変わるということは、皆さんの会社が日立に発注している案件の進め方が変わるということです。理由の2つ目は、日立の取引先が変わると、その取引先の取引先である皆さんの会社も見積書や仕様書の書き方を変えざるを得なくなるという連鎖です。理由の3つ目は、
アンソロピックが10万人規模で AI 人材育成に乗り出すということは、皆さんの周りの同年代のサラリーマンが半年から1年でクロードが使える人に変わっていく、社内競争の前提条件の書き換えです。一つ目の理由を身近な例で考えてみましょう。例えば皆さんの部署が日立製のサーバーや日立のシステム保守契約を持っているとします。これまでは保守担当者と電話やメールでやり取りしながら担ぎの運用報告書を受け取っていました。これからはその報告書の下書きをクロードが書き、保守担当者が手直しして渡してくるという形に変わります。続いて2つ目の理由についてもう少し具体的に見ます。仮に皆さんの会社が日立に直接発注していなくても、取引先の大手顧客が日立を使っている場合、その大手顧客の業務フローが変わります。業務フローが変わると、皆さんの会社から大手顧客への提案書の項目や納品物の体裁も半年から1年以内に必ず見直しを求められます。つまり日立の発表は遠い大企業の話ではなく、皆さんの取引先連鎖を通じて皆さんの机の上の仕事の進め方を変えてくる発表です。ここで2つ目の章の結論を再確認します。日立×アンソロピックの戦略提携は、皆さんの取引先連鎖を通じて半年から1年以内に皆さんの机の上の仕事の進め方を必ず変えるという影響力を持っています。続いて3つ目の章に入ります。結論からお伝えします。半年以内に皆さんの会社の情報システム部、企画部、人事部の3つの部門に必ず日立アンソロピック案件の相談が降りてきます。つまり皆さんの部署にも半年以内にクロード前提の業務フローをどう作るかという議題が必ず回ってきます。理由は3つです。1つ目は、日立は経団連でも中心的な会社で、業界団体経由で他の大企業役員に伝わる速度が極めて速いという業界構造上の理由です。2つ目は、アンソロピックの10万人 AI 人材育成プログラムが皆さんの会社の人事部門に研修体系の作り直しを必ず迫り、3つ目は企画部門が業務フロー再設計の旗振りを上から任されるというプロジェクト構造上の理由です。例えば皆さんの会社の上質部長を想像してみてください。半年後の役員会議で日立がクロードを29万人に配っている、うちの会社はどうするんだと社長から質問が飛ぶ場面をありありと思い浮かべることができるはずです。企画部門には、うちの主要取引先がクロード前提に変わるなら商品企画の見直しがいるという議題が降ってきます。人事部門には、クロードが使える社員と使えない社員の差を評価でどう扱うかという議題が降ってきます。ここで3つ目の章の結論を再確認します。半年以内に情報システム部、企画部、人事部の3つの部門に必ず AI 戦略の議題が降ってきます。そして皆さんの部署にもその3部門のいずれかから必ず相談が回ってきます。うちの部署どう動くという議題に皆さんが先に答えを準備できるかどうかが、これからの管理職評価の分かれ目になります。続いて4つ目の章に入ります。結論からお伝えします。管理職である皆さんが明日からやるべきことは、上司への先回り報告と部下との1対1での役割の組み直しの2つです。この2つを今週中にやっておけば、半年後の社内議論で皆さんが部署を引っ張る側に立てます。なぜ明日が大事なのか、理由は3つあります。1つ目は、上司もすでに新聞や業界誌でこの発表を目にしており、頭の中でうちはどうするを考え始めているというスピード上の理由です。2つ目は、部下もスマートフォン通知でこのニュースを見て、うちの会社遅れていないか不安を抱え始めており、3つ目は、役員会議で半年以内に必ずこの議題が上がるため、今日動かないと後手に回るという対応構造上の理由です。それでは明日の朝、上司にどう報告するか、具体的なセリフを一つお渡しします。こうです。
先週5月19日に日立がアンソロピックと戦略提携を結び、グループ29万人にクロードを配ると発表しました。両社で10万人の AI 人材育成と北米、欧州、アジア3拠点の新組織も作るそうです。うちの主要取引先にも半年以内に降りてくる見立てなので、当部署として見積書と納品書の項目をクロード前提に書き直す準備を今月から始めたいと思います。ここまで言えれば皆さんは立派な部門方針の前書きをしたことになり、上司から考えているなという評価を必ず得られます。続いて部下との1対1での切り出し方をお伝えします。こうです。日立がクロードを29万人に配るそうだ。うちの取引先の業務フローも半年から1年で変わる。君がやっている見積書作成や納品書の体裁をクロード前提に書き直す思考を来月から1案件だけ始めたい。君の仕事を取り上げる話ではなく、君が中身の議論に時間を使えるようにする話だ。ここまで言えれば部下の不安を取り除きつつ、皆さんの部署が組織の中で一歩前に出る一番大事な使い方になります。本日の動画のまとめです。1つ目、日立とアンソロピックが戦略提携を結び、グループ29万人にクロードを配ると発表しました。2つ目、両社で10万人規模の AI 人材育成と北米、欧州、アジア3拠点の新組織を作ります。3つ目、半年から1年以内に皆さんの取引先と社内の3部門に必ず降りてきますので、明日の朝の上司報告と部会一対一の2つのセリフを準備しておきましょう。この3点を社内で先に言えれば、皆さんは管理職として一歩前に出られます。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。